皆さんこんにちは、ランダムです。こちらはね、僕が先日バッテリーを上げてしまって JAF さんに助けてもらった際につけてたリン酸鉄リチウムの車用バッテリーで、僕は本当にね、少し走行したら充電が回復してセルが回る状態になると思ってたのに全くならなくって、そこがね、すごく不思議で納得いってなかったんですよね。というのも、僕はもともと工事現場等で働いてたことがありまして、で工事現場ではね、発電機とか溶接機とかいろんなもの使うんですけども、バッテリーがしょっちゅう上がるんですよね。で、軽トラとかからバッテリーをこうきっとつないで、で軽トラのエンジンをかけて、その状態で発電機とか溶接機とか回したら、動いて、でも本当にね、2、3分もかからず充電したら、もう一遍切って線を外してもセル回る状態には戻るんですよね。だから20分とか30分走ったら、それはもうしっかり充電されてるっていう風な頭があったのに、それがされていなくって、今回ね、本当に JAF さんにたくさんお世話になった格好になったんですけども、これがなんでかっていうのをね、ちょっと調べてみましたら、いろんなことが見えてきて分かりましたんで、今回はね、このリン酸鉄電池がどんなことが起こってたのかっていうのをね、ちょっと測定等をしながらお話の方をさせてもらいたいというふうに思います。はい。ちなみにね、バッテリーのメーカーさんをね、悪く言うつもりが全くないんで、お名前はね、書かさせてもらってるんで、その点のみね、ご了承ください。はい。で、結論から言いますと、どうやらリン酸鉄リチウム電池というのは、僕も知らなかったんですけども、一遍完全放電してしまったら、ほぼほぼね、車での充電は難しいものらしく、というのが、これはね、もう外してから全然何も使ってないんですけども、こちらにね、ボルト数が出るボタンがあるんですけども、これを押してもね、もう全然つかないんですよね。ですんで、これは、電池的には完全放電してる状態らしいんですよね。なんですけども、リン酸鉄リチウムは、こちらはね、この7枚の剣に最初についてた、バッテリーなんですけども、こちらと違って、容量がなくても、バッテリーマネジメントシステム、BMS のせいで、12V 以上表示されてしまうんですよね。ですんで、ちょっとね、テスターをつなげてみようと思うんですけども、はい、DC のね、ボルトチェッカーでいきます。この状態で、つなげてみると、ちょっと待った。はい、13V と出てて、バッテリーは一見あるように見えるんですけども、これはもう簡単に言ったらその内部の BMS がいたずらをして、さも電気があるように見えてる状態っていうことらしいんですよね。で、ここからちょっと補足なんですけども、この図は左側が鉛バッテリーのストリック曲線で、右側がリチウムバッテリーのストリック曲線なんですよね。で、図を見てもらうと分かるように、鉛バッテリーの方っていうのは右方向、要するに容量が減っていくに従って電圧、ボルト数が下がっていって、ある一定まで下がったら、車の車内の電気がつかなくなるんで、ボルト数 10V ぐらいで約 0% みたいな格好になるんですよね。で、それに比べてリチウムバッテリーの方は BMS のおかげで 12.5V だったらね、こんな感じでずーっと電池残量がなくなる寸前まで 12.5V を出し続けるんですけども、もうギリギリを超えたら急にストーンと 0V まで落ちちゃうんですよね。で、この状態だったらもう何もライトもつけることはできないし、セルも回すことはできないのに、 BMS のおかげでもう 0V 付近になっても 12.5V ありますよみたいな表示がされるんで、テスターをつないだらあれ10何ボルトあるぞっていう風に見えるのに、実際は中身は 0% っていう状態で、しかも鉛バッテリーだったらボルト数の低下で残量が大体分かるのに、リチウムバッテリーの場合はバッテリー残量っていうのは、テスターでは分からないんで、専用の機械をつなげるみたいなことをしないとわからないんですよね。ですんで、テスターをつなげた状態だったら数値は出てるけども全然充電されてなかったと。で、途中 5V とか 10V とか充電されてますねって言われたんですけども、それも結構怪しい状態ではあったということだったんですよね。ですんで、もう容量がないからこっちにはつかない。でもボルト数だけ出てるっていう状態のようで、こちらはね、もう取り外してから3年ぐらいなって一度もね充電してないものではあるんですけども、こちらを同じようにつなげてみると、こちらはね 12.5V と出てるんですけども、こちらは容量もある状態での 12.5V なんですよね。だから同じボルト数でももう全く内容が違うということで、さらにね、充電に関しても鉛バッテリーは 12V から15V とかぐらいまで充電可能なんですけども、じゃあこちらはというと、実はね、ここにね英語で書かれてるんですけども、 Don't use lead acid battery chargerって書かれてるんですが、こちらはね、鉛電池用のチャージャーを使うなって書いてあるんですよね。というのが、家のね、鉛用のカーチャージャーっていうのは 13V ぐらいで充電してるんですけども、それじゃ充電できないと。で、こちらを充電するのには 14.5V 必要という風になってるんですよね。で、気になるのは7万円の計の発電量で、今ね、フロント開けてるんでちょっと見てみようと思うんですけども、
はい、こちらですね。まずね、今のバッテリーの状態なんですけども、エンジン切った状態だと、13ボルト出てますね。もうほぼ満タンの状態です。ですね、交換したバッテリーは、今すごく健全な状態ですね。はい。で、エンジンをかけてみると、よいしょ。はい、14.5 ボルトぐらいですね。ですね、ボルト数は出てるんで、しっかりね、鉛電池の方には充電されるボルト数ではあるんですけども、これ、リン酸鉄電池の方に置き換えたら、もう、ゆっくりのね、カツカツのボルト数ではあるんですよね。いっぺんね、エンジン止めます。ですんで、リン酸鉄電池を充電できるボルト数ではあったんですけども、こちらが完全放電してるんで、電気をいくら流しても入っていかず、もう死んだ状態になったという格好のようで、僕はね、こちらの電源を、ポータブル電源の 12V から充電しようとしたんですけども、充電できなかったというような、ボルト数も足りないし、電池も死んでたからっていうのが理由で、ちょっとね、そちらを再現してみようと思うんですけども、その前にね、今回ちょっと実験に使用するこちらの電源を紹介させてもらいたいと思うんですけども、こちらはね、ブイトマンジャンプ1800っていうポータブル電源で、容量 1848Wh で、AC 出力がね、定格 1800W の大容量ポータブル電源で、出力ポートもたくさんあって、USB もたくさんあって、AC 出力も6ポートもあるっていう大容量電源で、ちょっと特殊なのが、このバッテリーは、こちらにね、ポートがあって、こちらに外付けの拡張バッテリーをつなぐことで、容量をね、3096Wh まで増やせるっていう大容量ポータブル電源で、こちらですね、このケーブルをつなぐことで増やせるんで、ちょっとやってみようと思うんですけども、こうですね。こうやって繋いだら、ペアリング完了で、この状態でね、容量が、満タン状態だったら 3096Wh まで増えてるっていう電源です。はい。で、ちなみにね、接続したらこんな感じで、2台の平均値として、今電池残量がね、87% という風に出てるんですけども、拡張バッテリーをつけてる状態だと、電池の表示はこちらから行われて、充電に関しては、本体側を先に充電して、その後にね、拡張バッテリーの方を充電するという風な仕様になってます。はい。で、ちなみに付属品はこんな感じで、ケーブル1本じゃなくて、AC アダプターでの充電になるんですけども、こちらでね、180W での充電が可能となってて、充電速度は遅いけども、その分ね、電池にダメージを与えずに充電することができるアダプター式になってます。はい。で、あと、走行充電も可能で、ケーブルは長め。あとね、ケーブルはないんですけども、ソーラーパネルでの接続も可能で、30Vのパネルまでがね、接続可能となってます。はい。もう一つ重要なのが、こちらのポートで、ここはですね、実は、こんな感じになってて、この専用のアダプターをつなげたら、バッテリーをジャンプスターター代わりに使うことができるんですよね。ですね、ちょっと申し訳ないんですけども、ここから先は、この案件の電源の紹介もね、含めながらちょっとやらせてもらいたいと思うんですけども、とりあえず、このスターターは、後で使うとして、まずは、いろんな方がね、言われてた、DC10V から車のバッテリー用に接続するためのアダプターっていうのがあるんだよというふうに、言われてたんですけども、実はね、僕も、そちらは持ってまして、こちらはね、過去にそのジャックリーさんの方から提供いただいたものではあるんですけども、これはね、12V 自動車バッテリー充電ケーブルというふうになってるんですよね。で、中身はこんな感じで、簡単に言うと、ここの DC10V の出力から車のバッテリーに接続すれば、12V までは充電できるよねっていうものではあるんですよね。で、ここで重要になってくるのが、DC の出力で、ボルトチェッカーでちょっと見てみようと思うんですけども、はい、DC オン。で、挿してみると、はい、12.2V とね、表示されました。ですね、出力 12.2V ですね。ですんで、こちらを抜いて、このケーブルを挿して、で、バッテリーにつなげば 12.2V までは充電できるっていう話ではあるんですけども、先ほども言いましたけども、こちらの鉛バッテリーに関しましては、12V ぐらいからまあそれ以上であれば充電可能っていう分で 12V あればねセルも回るんでそこまでは充電できると。ですんでこちらもよいしょよっとこうやってつなげてやればこちらでね充電状況出るんですけども今ね 4W から 5W ぐらいっていう風に出てますね。はいというのがさっき計測した通りこの電池はもうねすでに 12.2V あるんでこちらのね電池の出力と一緒なんで、充電されない状態ではあるんですけども、今でもね、すぐに使えるだけの容量は残ってるっていうものではあるんですよね。ちなみに3年間何もせずにこれ放置してます。はい。一遍も充電してません。で、じゃあ、リン酸鉄はと言いますと、同じように接続してみると、いきます。はい。そうしましたら、さっきは 5W とかいう風に出てたのに、ここはもう 0W のままなんですよね。というのも、こちらは鉛バッテリー用の充電器は
繋がらず、しかも 14.5V 以上じゃないと充電できないんで、この状態では充電できないっていう格好なんですよね。ですんで、いくらポータブル電源にこのケーブルを持ってたとしても、リン酸鉄リチウムの方には充電できないっていう格好ではあると。で、だったらこちらのケーブルはという話になるんですけども、こちらはね、面白いんでこのままちょっとやってみようと思うんですけども、このブースターのアダプターをこちらに接続します。そしたら今ね、アダプターを認識して、画面がつきました。でもね、このままではまだ通電できたような状態で、こうやってね、ボルトチェッカーをつなげても、この状態ではまだ通電できてないんで、ここのボタンを押してオンにするんですけども、こうすると、はい、こうですね、13.7V と出ましたね。ですので、この状態で車につなげればエンジンをかけることができるっていうもので、僕のね、7万のケーにバッテリーをつなげたらこんな感じになるんですけども、このケーブルが短いんで、バッテリーはね、この辺の位置にないといけないんですよね。だからエンジンかけるんであれば、誰かにちょっと持ってもらってなくちゃかけれなかったんで、今回の件に関しては、このケーブルがあっても、かなりエンジンかけるのは難しかったんじゃないかなというふうに思っているんですよね。で、さらになんですけども、僕はね、こういったものを持ってまして、こちらはね、ブースターではあるんですけども、実はこの中にはね、リン酸鉄電池とかっていうのは入ってなくて、これは、コンデンサーがたくさん入っているものなんですよね。で、仕組みとしましては、上がったバッテリーに接続したら、その残ってるちょっと少ない電流、あれを集めて、こちらの方にチャージをして、それを 12V ぐらいに増幅して、エンジンをかけるためにブーストしてくれるものではあるんですよね。で、僕はね、この分を北海道の方には持って行ってて、寒い中でバッテリーが上がったら、これ使うというふうに思ってはいたんですけども、向こうではね、バッテリー上がらなかったんで、この分出番なく、しかもね、リン酸鉄はマイナス16度とかでもね、もうガチンと動いてくれたんで、これはすごいぞというふうに思って、もうこれいらないと思って、ちょっと今回下ろしたんですけども、正直なところね、持っていっとけばよかったなというふうに思ったんですよね。なんですけども、実はですね、この分で、先ほど実験したんですよね。そうしましたらちょっとびっくりしたことが分かったんですけども、ちょっとやってみますと、これはね、もうすごい簡単なもので、こちらのね、プラスとマイナスに接続する、もしくはね、こちらのね、アダプターか、これ USB だと思うんですけども、のタイプ B かなを接続したら、充電できるようになってて、内部にね、電気が溜まったら、ここに表示されるんですよね。で、タイプ B のケーブル、つなげてみますね。USB をここのポートに接続すると、ピッという音がして、ここに液晶が表示されて、充電がね、開始されます。で、ボルト数 4.7V の状態で、今 24%。先ほどね、ちょっと実験したんで少し入ってるんですけども、ここまで充電されてますっていう風に出るんですよね。で、ここのね、パーセントが徐々に上がってて、100% になったら OK で、これね、ちょっと時間までは覚えてないんですけども、とりあえず USB ではね、30分ぐらいかかったんじゃないかなという風に思います。はい。で、このケーブルをつないだらバッテリーから電気を吸い取ってくれるんで、これをちょっとね、こちらに、ね、接続してみようと思うんですけども、いきますよ。プラス、すぐ外しますね。これちょっと充電早いんで、マイナスといくと、はい。つきました。そしたらね、こんな感じで、ね、一気に充電されていってから、11.4V、34%、35%、36% という感じですごい充電されていくんですよね。よいしょ。で、ちょっと外します。ごめんなさい。で、ボルト数が低かったら、ここのね、充電はゆっくり溜まっていくんですけども、あんな感じで溜まるんですが、じゃあね、このブースターをこちらのリン酸鉄につなげたらどうなるのかっていう実験ではあるんですけども、やってみますね。今ね、こちらの液晶が消えた状態です。で、つなげてみると、はい。こんな感じでね、つかないんですよね。ですんで、全くね、こっちの方に吸い上げることができてない状態で、内部的には 12V ありますよって言いながら、もう取り出せない電気になってるっていう格好なんで、正直なところ、いくらこれを持ってたとしても、エンジンはかけれなかったみたいなんですよね。で、僕もね、この状況は本当に知らなかったんで、びっくりで、北海道でもね、これ持ってるから安心って思ったんですけども、全くそんなことはなかったっていう話で、あとですね、リン酸鉄系のバッテリーっていうのは、売り文句が大体あるのが、5000回充放電可能。で、あと、5年から10年持ちますっていうふうに書かれてるんですよね。なんですけども、僕はちょうど3年間ぐらいの使用で上げてしまったんですけども、その間の充放電っていうのが、いっぺんエンジンをかけて切るまでが1回で計算されるんであれば、だいたい5000回ぐらいじゃないかなというふうに思うんですよね。で、5000回の充放電 OK ってなってるけども、そこを1回で数えるんであれば、なんか逆に割高な状態ではあって、鉛電池はそんな、回数制限とかは特にないんですよね。で、さらに、鉛バッテリーの保証期間って、大体どの製品も3年はあるんですけども、リン酸鉄の電池って保証期間1年だったんですよね。で、さらに、
このモデルのものはもう販売終了してるっていう格好で、カタログとかもね、もうホームページ上からは消えてたんで、ちょっと僕もびっくりして、で、あと適合表っていうのがあるんですけども、その適合表もページ上からはね、アクセスできない状態になってて、なんだろう、僕は本当にリン酸鉄っていうのは鉛よりも優れた電池だというふうに思ってたけども、実際はなんだろう、こんな感じで一遍空っぽになったらもう充電が相当難しくて、正直なところ車では充電がほぼほぼ不可能なものっていうのは知らずで、チェックしてもらった時にボルト数がちょっと上がってたんで、あ、上がってるんだと思ってたけども、最終的には空っぽですねというふうにちょっと言われたんで、本当にちょっとね驚いてびっくりしたんですけども、結局ね、リン酸鉄リチウムっていうのは軽くていいんですけども、こと一遍その充電できる環境から離れてしまった場合には、様々な手をね使っても充電できないし、電気ももう取り出せなくなるっていうことが分かったんで、個人的にはね、もう車のバッテリーについてはレースとかされてる方以外はね、鉛バッテリーの方が本当にいいんだなということがちょっと分かったんで、今回の件は他方面の方にねご迷惑をおかけしてしまったんですけども、こういったことだったっていうのがね、自分の中で分かったんで、ちょっとね今回申し訳ない、電源の宣伝も兼ねながら情報の方をね共有させていただきました。で、まあ今回の動画を見てからね、だから何みたいな感じのことを思われる方がいると思うんですけども、リン酸鉄いいよいいよじゃなくてから、こういったそのマイナスな面があるっていうことはね、僕全部の動画でどの電源に関してでもお話しさせてもらっていることで、その延長線上でね、今回僕はそのトラブルにあったことを全部、ありのままに話したっていう格好ではありましたんで、皆様ね不快な思いされたかもしれませんけども、僕は包み隠さずお話したっていうつもりではありましたんで、皆様ちょっとねその点のみねご理解いただければというふうに思います。はい。ですので、僕の動画内では本当にねベタバラせずに、もう悪いところは悪いというふうには取らせてもらってますんで、あと問題があったりね悪かったりした点はこんな感じでしたというお話はね必ずさせてもらってますんで、その点をねちょっとご理解いただいた上で、よろしければね過去のポータブル電源の動画とか、見直してもらったらね、大体悪いところ必ず言ってますんで、そちらちょっとよろしければチェックされてみてやってください。はい、こんな感じですかね。で、ちなみに僕はね今後はリン酸鉄のバッテリーは車のメインバッテリーの方には使用しないでおくというふうに思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。一旦ここでね締めさせていただきます。よし、ということでね、ここからはこちらのブイトマン1800ジャンプの方をね、紹介の方をね、させていただこうと思いますんで、興味のない方はね、もうこの辺で、見るのをやめてもらって大丈夫なんですけども、とりあえずこちらは、先ほども言いましたように、容量が 1548Wh なんですけども、増設バッテリーをつなげることで、容量が 3096Wh まで増やせる大容量ポータブル電源で、1500Wh なんで、1個あたりの重さはちょっとやっぱし、重いんですけども、持てない重さではないっていうものではあります。で、こちらはね、先ほども言いましたように、様々なね、ポートがあるんですけども、こちらがね、液晶パネルで、現在 98%。で、あと99時間持ちます。今何ワット使ってますっていうのが出て、あと、ここですね。DC。で、USB。で、AC がオンで、AC をオンにしたらね、一瞬ファンが回るんですけども、この電源ね、ちょっと面白いのが、通常の大容量ポータブル電源って、AC をオンにしたら待機電力が発生して、それが20ワットから25ワットぐらいあるんですよね。なんですけども、ブイトマンジャンプ1800に関しては、この待機電力が少ないみたいで、こちらですね、持つ時間が99時間のまま変わらないんですよね。で、言い方変えたら、1548ワットアワーのものが100時間持つってことは、待機電力が15ワット以下っていうことになるんで、一般的なね、大容量電源に比べたら、待機電力が少ないっていう電源で、多分ですけどもね、EPS 機能だったかな、無定電源装置っていうのがね、内蔵されてないはずなんで、その待機分だけ、電力消費量が減ってるんじゃないかなというふうに考えてます。はい。だからね、車中泊で使うにはね、かなりね、ありがたい、そんないらない機能がない電源ではありますね。はい。で、あと、僕のね、推しの DC15 ボトムの、ここにね、5521のポートが2個あるんで、冷蔵庫、扇風機、テレビですかね。という風に出すことが可能で、で、あと、タイプ C が2ポート。で、USB もあるんで、こちらで車内の LED 照明が撮れると。で、AC 出力も6ポートあって、こちらはね、もう間違いなく電子レンジが使えるものではありますんで、車中泊時にね、動かない家電はないという状態になってて、さらに、容量がね、倍に増やせるんで、これ2つあったら、1泊2日の車中泊であれば、電力にね、困らない電源で、エアコンとは一晩動かないんですけども、それ以外はね、もうオール電化で過ごせる電源。で、この辺のとってもね、外せるんで、高さもね、抑えることができるんで、車内にもね、多分、この分の下側とか、なんかにも僕置けるんで、こちらをね、1個置いた状態で車中泊すれば、走行充電もできるし、ソーラーパネルもいけるで、楽ではあるんですけども、こちらね、1個だけ弱点があるとすれば、その充電速度、AC アダプターでゆっくり入るのはいいんですけども、180ワットでの
充電になるんで、約ね、満充電するのに8時間ぐらいかかるんですよね。で、ソーラーパネルは、最大 30V で 200W までに対応してるんで、僕のね、この 300W のパネルで充電すればね、いけそうではあるんですが、実は、あちらのパネルの方は 32V ぐらいあるんで、多分使えないんですよね。だから、大きいソーラーパネルには対応してない。で、充電がちょっと時間かかる。で、しかも、3000W の状態をフルで充電しようと思ったら、17時間ぐらいかかる。っていうことなんで、充電にはちょっと時間かかるんですけども、出力ポートも多くて、電子レンジも使えて、拡張もできて、さらに、バッテリーをね、しっかり充電することもできる電源ではあって、あとね、こちらのね、価格がすごく安くて、安い時にはね、こちらが10万円台で、こちらがね、8万円台とかじゃなかったかな。で、購入可能なんで、3000Whの電源が20万円切った状態で手に入るというね、ものではありますんで、充電はゆっくりでもいいから、安くて大容量で電子レンジが使えて、ポート数の多い電源が欲しいって考えられている方にはね、すごくいい電源ではありますんで、もしね、興味持たれましたらね、こちらの方、動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますんで、皆様ね、ぜひね、購入の方検討されてみてください。はい、こんな感じですかね。ということで、今回この辺でご視聴ありがとうございました。